ます。ケンです。今週のテスラはかなり大きな動きがありました。テスラ株は400ドルの壁を突破し、最終的に428ドルまで上昇しました。直近1ヶ月で見ると約 19% の上昇です。ただ大事なのは株価が上がったことだけではありません。なぜ上がったのか、その裏でテスラに何が起きていたのか、ここを整理することです。今日は先週1週間のテスラニュースをテスラオーナーの方、そしてテスラ株に投資をされている方に向けて重要なポイントに絞って振り返っていきたいと思います。まず今週の結論です。今週のテスラは期待と実績が重なった1週間でした。株価は400ドルを突破。その背景には販売回復、モデル Y の安全評価、テスラセマイの実需、そして FSD やロボタクシーへの期待があります。一方で全てが順調というわけではありません。FSD の欧州の規制、4680バッテリーの課題、中国勢との競争、リコール対応など確認すべき点も残っています。つまり今週のテスラは楽観だけでも悲観だけでも見てはいけない週だったと思います。まずテスラ株から見ていきます。今週の焦点は400ドルを超えられるかどうかでした。400ドルは投資家が意識しやすい心理的な節目です。さらに200日移動平均線も400ドル付近にありました。200日移動平均線っていうのは過去200日間の平均株価を線にしたもので、中長期の投資家がよく見るラインです。週の前半はテスラ株は390ドル前後で推移をしていました。ただこの時点ではまだ強気転換が確定したとは言えませんでした。しかしその後400ドルを回復し、最終的には428ドルまで一気に上昇してきました。これは短期的にはポジティブです。ただし400ドルを超えたからといって完全勝利っていうわけではありません。大事なのは400ドル台を維持できるかどうか、そしてこの上昇が一時的な買い戻しではなく継続的な評価につながるかどうかです。ではなぜテスラ株は買われたのでしょうか。一番わかりやすい材料は販売回復です。2026年4月の中国製テスラ EV 販売は79,478 台となり、前年同月比で 36% の増加になりました。これっていうのは中国国内の販売だけではなく、上海のギガファクトリーからの輸出も含む数字です。中国では BYD など現地メーカーとの競争っていうのが激しくなっています。その中で前年比で 36% 増っていう数字が出たことは素直にポジティブです。次に韓国です。テスラは2026年4月、韓国で 13,190 台を販売しました。その中でもモデル Y は一月で10,086台を販売しています。輸入車として月間1万台を超えたっていうのはかなりインパクトがあります。さらに欧州でもフランス、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーなどで回復の動きが出ています。中国、韓国、欧州で同時に回復のニュースが出たということは重要です。少なくともテスラの需要が完全に崩れているという見方は弱まりました。これが今週の株価の上昇を支えた大きな材料の一つだと思います。ただし1ヶ月だけで完全復活とは言えません。5月、6月もこの流れが続くかどうか、ここを確認する必要があります。次にモデル Y の安全評価です。2026年型のテスラモデル Y が NHTSA、 これはアメリカの道路交通安全局ですけれども、この NHTSA の新しい ADAS 安全テストに業界で初めて合格しました。ADAS っていうのは先進運転支援システムのことです。簡単に言うと、車がドライバーをサポートして安全運転を助ける機能です。完全自動運転ではありません。今回評価されたのは歩行者に対する自動緊急ブレーキ、車線維持支援、ブラインドスポット警告、ブラインドスポット介入などです。これは FSD やロボタクシーが完全に認められたという話ではありません。ただモデル Y はテスラの主力車種です。そのモデル Y が安全支援機能で公式に評価されたっていうことはオーナーにとって安心材料になります。投資家にとってもモデル Y の競争力、これを支える材料になります。次にテスラセマイです。
今週はテスラセマイ関連のニュースも目立ちました。カリフォルニア州の港湾輸送業者2社がテスラセマイを合計60台発注、さらに WattEV がテスラセマイを370台、約1億ドル規模で導入する大型案件も報じられました。そしてカリフォルニア州の規制文書からテスラセマイのバッテリー容量も明らかになりました。ロングレンジは 822kWh、スタンダードレンジは 548kWh です。テスラセマイは物流会社や大企業が使う大型トラックです。特に港湾輸送は決まったルートを繰り返し走ることが多く、充電場所も設計しやすいです。そのため EV トラックとは相性がいい分野です。つまりテスラのセマイっていうのは、まず使いやすい現場から商用導入が進み始めていると見ることができます。ただし受注があるだけでは十分ではありません。今後は量産、納車、採算性を見ていく必要があります。次に FST とロボタクシーです。今のテスラ株は EV の販売だけで評価されているわけではありません。FST、ロボタクシー、AI への期待も株価に大きく影響しています。今週は監視付きの FST の累計走行距離が100億マイルを突破したというニュースがありました。100億マイルは約160億9344万キロです。地球を約40万周できる距離です。これはテスラが持つ実走行データの強さを示す数字です。さらに欧州でもオランダで監視付きの FST の使用が承認され、ベルギーでも承認に向けた動きが出ています。ただし FST の監視付き、これは完全な無人運転ではありません。ドライバーが常に監視する前提の運転支援です。つまり欧州でロボタクシーが一気に広がるという話ではないんです。監視付きの FST が少しずつ認められ始めている段階です。一方で EU の規制当局からは懸念も出ています。速度超過の可能性、凍結路面での安全性、ドライバー監視の仕組み、そしてフルセルフドライビングという名称が消費者に誤解を与える可能性です。FSD はテスラにとって大きな成長材料です。ただし、技術だけで決まる話ではありません。規制、安全性、社会的な受け入れも重要です。また、キャシー・ウッドさんがロボタクシーの需要に対して改めて強気な見方を示しました。これはポジティブな材料です。ただし、ロボタクシーもまだ期待先行の部分があります。大規模展開、都市ごとの許認可、事故リスク、運用コスト、こういった課題は残っています。だからこそ FST とロボタクシーは期待の材料ではありますが、実績と期待を分けてみることが大切です。では最後に今週見えた課題についても見ておきましょう。まず4680バッテリーです。エレクトレックはテスラの4680バッテリーセルについて、当時期待されていた性能に届いていない可能性を報じました。4680セルはコストの削減や航続距離の改善の切り札として期待されてきました。失敗と決めつけるのは早いですが、理想と現実の間にギャップがある可能性はあります。次に中国勢との競争です。BYD や Xiaomi の SU7 など中国メーカーは非常に強くなっています。今の EV 市場は EV を作れるだけで勝てる時代ではありません。価格、性能、ブランド、充電網、ソフトウェア、サービス、すべての総合力が問われます。そしてリコールです。テスラはアメリカで約21万8868台を対象にバックカメラ映像の表示遅延に関するリコールを発行しました。ただし今回は OTA、つまり無線ソフトウェアアップデートで対応されます。市場への影響は限定的でしたが、オーナーの方はソフトウェアアップデートを確認しておくのがいいと思います。では来週以降の注目点について見ておきましょう。1つ目はテスラ株が400ドル台を維持できるのかどうか。2つ目は中国、韓国、欧州でこの販売の回復っていうのが続くかどうか。3つ目は FST の欧州の承認がどこまで進むのか。4つ目はテスラセマイの量産と納車が進んでいくのか。5つ目は4680バッテリーの改善情報が出てくるのか。特に株価については上がった後に維持できるかどうかっていうのが大事です。400ドルをサポートに変えられるのか、ここを見たいと思います。はい、では最後にまとめていきます。今週のテスラはかなり強い1週間でした。テスラ株は400ドルを突破し、428ドルまで上昇しました。背景には中国、
韓国、欧州での販売の回復があります。モデル Y は NHTSA の新しい ADAS 安全テストに業界で初めて合格しました。テスラセマイでは大型受注やバッテリー容量の情報が出てきました。監視付きの FST は累計100億マイルを突破し、ロボタクシーへの期待も続いています。一方で FST の欧州の規制、4680バッテリーの課題、中国勢との競争、リコール対応など確認すべきポイントも残っています。だから今週のテスラは楽観だけでも悲観だけでも見てはいけないと思います。株価が上がっている時ほど何が事実で何が期待なのか、これを分けてみることが大切です。今のテスラは確かに勢いがあります。でもその勢いが本物かどうかは来週以降の数字と実行力で見えてきます。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果、これを見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 390.82 ドルで、今週末が 428.35 ドルということで、明るが正解です。では、アンケートの結果を見ていきたいと思いますけれども、今回は532票いただいておりました。ありがとうございます。結果ですけれども、上がると答えられた方が一番多くて 75% で、これらの方が正解となっております。では次にコメントしてくれた方の結果を見ていきたいと思いますけれども、コメントですが6名の方が正解しております。そして連続正解ですが、ラルさんが4週連続正解しましたけれども、残念ですが4週連続でストップです。そして現在は2週連続に4名というところになっております。このアンケートですが、4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらおうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。